はいどうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。本日もエスプレッソマシンの使い方、操作方法についての説明をしていきます。本日は後編となりまして、エスプレッソマシンのその調整方法であったりとかを説明していきたいと思っています。普通には入れるけども、もっと良くしたいであったりとか、浅入りと深入りだと入れ方が違うのとか、そういったことを説明していきたいと思ってます。はい。ではね、早速入れていきたいと思います。レッツゴー。はい、ではこんなことでね、説明していきます。本日使う機種。これは、ブレビルの878シリーズのエスプレッソマシンとなります。で、このマシンの特徴としては、電源をつけてから抽出するまでがものすごい短いんですよ。ボイラー温める時間がすごく短い。ポチッとしたらものの3秒ほどで、はい、もうお湯出ます。はい、これめちゃめちゃ便利なんですよね。で、これミルが内蔵されてるもので、豆をこの中に入れたら豆をひいてくれます。で、連続で何倍でも作ることができるので、家庭用はもちろん業務用としても使えないことはないという形ですね。では、一つずつ説明をしていきたいと思います。はい。まず、事前準備するものなんですけども、3つの布を準備してほしいんですよ。はい。それぞれ何をするかというと、このポルタフィルターを拭く用。はい。これは乾いてる。で、毛が落ちにくい材質のもの。で、これはミルクフォーマーを拭き取るものです。で、これは濡らしておいてください。で、これも毛が落ちないタイプですね。ここに毛がくっついちゃうとあれなんで。で、ダスター、汚れたとか、机の上とかを拭くものですね。色で分けると分かりやすいと思います。これは人の口に入るものなので、こことここは。なので、汚いものを拭いたもので拭くのは良くないと思うので、衛生上の問題ですね。なので分けるようにしてくださいということです。はい、エスプレッソの重要なポイントとして、このポルタフィルターのここの寸法に適した粉の量を入れてほしいですね。例えば、これですね。はい。これだと量が全く違うんですよね。これは 7g ぐらいのやつなんですけども、これは 18g 入ります。どれぐらいの量を出すかによってもフィルターを変えていきます。それで、例えば、今じゃあ、このポルタフィルターがどれぐらい入るのかわからない場合は、測りながらやればいいと思います。はい。測ってみましょうかね。例えば、今ここにはい。例えば 17.4 入りましたと。ここで、どれぐらいの位置に来るかですね。ほぼほぼいけて、あと少しぐらい、あと 1g がいけるんで、これは18g いけるなっていう形がわかります。はい。で、そこでなんですけども、一つ気をつけてほしいのが、浅入りと深入りだと体積が変わってくるんですね。では、ちょっと一回、同じ 17g 同士の豆です。はい。豆の大きさも違いますね。では、入れていってみましょう。では、まずは、深入りから入れましょうか。これを設置して、内径確認をして、入れてきます。で、グリグリとやりまして、はい、大体こんな感じですね。こんな感じです。で、じゃあ、これが本当に 17g あるのかっていう話なんですけども、はい。じゃあ、測ってみましょうね。若干少ないかもしれないけども。16.7。ちょっとこっちに残ってるかもしれませんけども、16.7 です。はい。ではね、次に、浅入りの方を入れていきます。はい。ちょっと少ないかなって感じかな。わかりますかね？微妙なさというか。ここにちょっと空洞があるんで、
で、果たしてこれが、はい、これ 17g あります。はい。わかりますこの違い。ほんのちょっとの差だと思うんですけど、しかもこれ 0.2g 多いんですよ。必死です。はい。同じグラム数でも深入りと浅入りだと体積が変わりますということですね。続いて第2の重要なポイントとして、エスプレッソの抽出比率、どれくらいの粉を使ったらどれくらいの量を抽出するかというのが第2の重要なポイントとなります。例えば 18g のコーヒー豆を使った場合、だいたい45、僕のは 2.5 でやってるんで、だいたい 45ml のエスプレッソができるように調整しております。最大3ぐらいまでは許容範囲だと思っているので、1対2から3ぐらいな容量、抽出比率を目安にしていただけると良いと思います。それ以上薄めると風味がぼやけたりするので、もしくはずっと抽出するとコーヒーの嫌な味が出てくるので、その辺を気を使っていきましょう。で、機種によっては内部設定で抽出時間が設定できないものがあるので、それだと粉の量で調整してみてください。それではね、抽出比率の調整の方法について詳しく説明していきたいと思います。エスプレッソを出した時に量が少ないなとか多いなって時に、じゃあどうしたらいいのという状況になった時に、調整ができる機種でどのように調整したらいいかというのを説明していきたいと思います。機種によっては調整できない、もしくはやり方が違うかもしれませんけども、取説を見て調整の仕方を確認してください。はい、それではね、用意するものはエスプレッソを入れるものと、できるだけ高い方がいいかもしれないですね。自分が普段飲んでるコーヒー豆、なぜ普段飲みをしているやつがいいかというと、焙煎度合いや生成方法によって味が変わってくるので、抽出比率っていうのは若干調整した方がより美味しくいただけると思います。なので、自分が好みの焙煎度合いの抽出比率に調整するといいと思います。もしくはコーヒーの豆の量で味の調整をしてもいいんですけどね。例えばですね、18g の豆に対して 55g ぐらいのエスプレッソが抽出されるように調整したいって時に、まずはメニューボタンを押して、こっちがシングル、ダブルという量の違いなんですけども、もしくはアメリカンで飲むやつ時とラテで飲む時という形で調整してもらっても構いません。はい、ダブルの方を調整するということで、ここのボタンを押すとお湯が出始めます。一回押してみましょうか。出始めます。はい。で、出始めて、もう一回押したら止まります。はい。こんな感じですかね。だったら、もうここのお湯の量を見て、このお湯の量を 55g にしたらいいんじゃないかなというわけではないんですね。コーヒー豆のところに残る水分量があるので、じゃあどうすればいいかというと、このはかりを使います。実際にね、やっていきたいと思います。同ジングリングをつけまして、入れていきます。で、セッティングをしまして、はい。はい。で、ダブルのやつを設定します。はい。押したらいきますよ。ポチッとな。はい。で、ここよく見ます。で、47でもう一回さばいて。はい。で、やると、あと 0.1 取れろ。はい。ってな感じでね、調整します。これが調整方法ですね。抽出比率に関しては、先ほども言いましたけども、だいたい2から3ぐらいがいいんじゃないかと思っておりますので、皆さんも美味しいエスプレッソの調整をしてみてください。はい。で、エスプレッソ抽出で重要ポイント3つ目。このダンピングですね。ダンピングが一番大事だと僕は思ってます。この押すときに斜めにならないように、これ付属のやつだとこういうやつなんで、普通に押すだけじゃないですか。自分の押し加減でこう斜めになったりしちゃうと、こっちがギュッと押されるけども、こっちが緩い状態なんで、こ
コーヒーがこっち側ばっかりいってしまう、緩い方ばっかりいってしまうので、適切な抽出ができなくなります。なので、こういった押さえたら均等にいくような器具を別で買うといいとは思います。ここで押すときに、こうなると力が伝わりにくいですけども、肘を上げることによって力がより加えやすくなります。こんな感じでやると全然力が入らないで注意してください。で、こういった下に突起物があるときは、ここにやると、こいつが壊れてしまうかもしれないので、はい、ここの位置で、はい、しっかりと押さえてやってください。はい。皆さんも練習していってみてくださいね。こうね、丁寧にやるだけで味が安定しやすくなるので、ぜひ注意しながらやってください。はい、エスプレッソについて、エスプレッソって何という説明をさせてもらうんですけども、エスプレッソというのは高圧をかけて、で、コーヒーを抽出する方法なんですけども、ハンドドリップの場合だと粉が粗い状態でお湯でゆっくりと出す感じですね。蒸らしをさせて、お湯を浸透させて、で、ゆっくりと出すようなイメージ。で、エスプレッソっていうのは粉を小さくして、で、より早く出すために細かくして、で、より圧力をかけることによって、その時間っていうのを短縮させています。で、より濃縮されたコーヒーエキスが出ます。だいたいハンドドリップが、そうですね、98% 以上が水なので、2% 未満ですね、がそのコーヒーの成分になるんですけども、エスプレッソの場合だとだいたい 20% ぐらいがコーヒーの成分になります。なので、ものすごい、そのまま飲むとものすごい飲みにくい飲み物ではありますね。イタリアの人は出勤時にエスプレッソに好みによるんですけども、砂糖をね、小さじちょっと入れて、で、スッと飲んで、で、さっと出勤するような感じらしいですよ。僕もずっとイタリアに行ったことないんですけども、そんな飲み方をされてるみたいですね。エスプレッソは濃縮されたコーヒーエキス。で、最近ではやっぱりエスプレッソをそのまま飲むっていう人は、少なくて、お湯は水を入れてアメリカノにしたり、ミルクを入れてカフェラテにしたりすることが多いです。で、ミルクに負けないコーヒーの味になるので、とても苦味もあり、ミルクのまろやかに仕上がるような、スターバックスとかでも人気の商品だと思います。はい。はい、それではまとめに行きたいと思います。本日はエスプレッソマシンについての3つの重要なポイントをお話ししました。まず1つ目、このポルタフィルターのサイズに合った粉の量を使用するようにしてください。多すぎても少なすぎてもダメです。で、次に抽出比率。この粉が例えば 18g だった場合は 36ml から 45ml のエスプレッソの量になるように機械のお湯が出る時間の長さを調整する感じですね。で、それが調整できない機種であれば粉の量で調整してみてください。で、最後に一番重要なのがこのタンピング。このタンピングをするコーヒーケーキと言われるコーヒーの粉を均一に押したいので、ここの姿勢であったりとか力の入れ方であったりとか、もしくは器具であったりとか、そういったのを注意するとより美味しいエスプレッソができると思います。はい。今回はね、簡単に説明しましたけども、次回はより深いところまでちょっとね、説明していきたいと思いますので、ご期待してください。ではまた。はい。おまけと、エスプレッソ用の粉ってめちゃめちゃ細かくしているんですけども、じゃあ、ハンドドリップの粗さでエスプレッソマシンを使ったらどうなるかっていうのを皆さんに伝えていけたらなと思いますので、実験してみましょう。こんな感じです。そしてどうなりますかね。めっちゃ飛んでる。そして薄そう、はい、めっちゃ飛んでました。はい、隙間があるんでしょうね、多分。めっちゃ薄いです。もしこ
この動画が参考になったり楽しんでいただけなら、ぜひいいねボタンを押していただけるとすごく励みになります。そしてチャンネル登録をしていただけると最新の動画がアップされた時に通知が届くので、見逃さずにチェックしていただきますよ。これからも一緒に美味しいコーヒーを追求していきましょう。ではまた。